どうも、ポップゲーミングだよ。今日はなぜ今マーティンが最強なのか、持論を展開していくよ。サバイバーを選ぶ基準の一つとして、知っておけばお得かもしれないよ。そもそもマーティンの評価について歴史を振り返ってみるよ。そもそもマーティンの評価は結構微妙だったよ。リリース直後に関しては、リッカーが止まらないし、体力が低かったから微妙だったね。次にジル追加直後もまだ特に調整は変わっておらず評価は微妙だったよ。次にニコライ追加時だけど、この時に一気に評価が変わって、評価は最悪になったね。ニコライだらけのクイックマッチでクリーチャーをほとんどニコライ側は入れていないため、スキルは全く使えず、さらに体力が1000だったこともあり銃撃されて即落ち多発、マーティンを選択すること自体が地雷扱いされ味方サバイバーが途中抜けする始末。なかなかひどい環境だったよ。去ること6月12日にサバイバー超絶強化調整が実施され評価は一転、マーティンは最強クラスの性能を得ることになったよ。体力が1000から1100に上昇、MM 重機の圧倒的弱体化、初期値バリアによるプリセットリッカーの死滅、以上より先行さえ投げとけば、クリーチャー型デッキ相手なら全て止めることができ、フィーバー短縮装備をつければ1分ごとに出せる始末、最強クラスの性能を得たよ。歴史はここら辺で終わって何が最強なのか結論をまとめてみたよ。まず一つ目に現環境最強 MM のダニエル、ニコライに有利が取れるよ。ダニエルに対しては言わずもがなスレイブゾンビに対して有効であり、BOW のタイラントにも見てガードすることができないため、高確率で先行をヒットさせれるよ。ニコライに対しても BOW であるネメシスに先行が有効であり、マーティンがいればかなり有利に立ち回れるよ。二つ目に初期値バリアのせいでリッカーがいなくなり、先行でクリーチャー全てを止めることが可能になったよ。そもそもの話、先行で止められないクリーチャーがリッカーしか存在しておらず、リッカーがいなくなるとなれば、先行が最強になることは自明。運営は何を考えているんだろうね。クリーチャー型のデッキを使って欲しくないのかな？三つ目は MM 側の銃器が弱くなりすぎたことだよ。ライフルやマシンガンのような銃器を MM が使用すると使用中はエネルギー回復が著しく遅くなるように調整されたせいで、銃器メインのデッキが死滅してしまったよ。1キルは取れてもそこからエネルギーが回復できずどうにもならなくなったね。その対策として BOW ガン回しや自動銃メインにする、クリーチャーを混ぜるなどで今はニコライをみんな運用していると思うよ。マーティンの唯一の弱点の体力低いから銃器でやられやすい、カメラゲーされたら無能というところを見事克服してしまった形になっているね。以上の理由から現状マーティンハウプ主的に最強になってしまったと思っているよ。またなんか面白い考察ネタあったら投稿するよ。それじゃバイビー。